まあそんな感じでチームアスケラに移籍希望出しちゃいました。反応微妙。ねえ違うからね。私もちゃんと考えてるからね。本当かよ。本当だし。じゃあレースも見て、そんでお話ししてくーちゃん先輩と走りたいって思ったのね。先輩手作りティアラもくれちゃったもんね。パンドラさんストップなんで先輩？私たち確か同い年だよね。いやそれはまあいいじゃん別に。いいかな。なんだかとんでもない話になってきたわね。何？頑張れる。大丈夫絶対だからチームアスケラに入れてください。これからよろしくです。クレナ。やっぱりまだいた。電気ぐらいつけなさいよね。はいはい、そんなことだろうと思ったけれど、大方パンドラさんのことについて考えていたんでしょ。そうね、ここ数日私も様子は見ていたけれど、はっきり言って相当扱いが難しいわね、あの子。どうすか私のタイム。目標タイムバッチリクリアだよ。結構レベル高めな目標ラインだったのに、すごい。パンドラやばいっす。自分は3日チャレンジし続けてもまだクリアできてないのに、今日だけであっさり。マジ私やっぱ天才っすか。やっぱそんじゃ目標クリアしたんで上がります。お疲れ様でした。まあ頑張ってはいるんでしょうね、あの子なりに。ただ本気には見えないわ。ある程度の課題なら素質に任せてどうにかできちゃうから、本気になったり必死になったりする必要がなかったんでしょう。けれどそれで許されるほどレースの世界は甘くない。桜花賞は散々な結果だったんでしょ。そうね。じゃしぶとく考えないとね、あなたらしく。
の声まさか。キングさん！ドアと壁とあとぶっ飛ばしばたれこれは必ずすぐ元通りにいたしますので。まったく相変わらず力加減を知らない子ね。こんな時間に突然どうしたの、川上プリンセスさん。というかあなたよく見たら泥だらけじゃない。トレーニングしてたの、こんな時間まで。すみませんわ、こんな小汚プリンセスで。でもどうしてもキングさんにすぐご報告したくて。一目お見かけしたその時から誰より気高く強く一流の名にふさわしい輝きを放っておられた。私の中に決して折れない夢の柱をぶっ立ててくださった憧れのキングさんにどうしてもすぐご報告したくて。キングさん、私桜花賞には間に合いませんでしたがオークスには出走できることになりましたの。キングさん、私デビューからここまで無敗で来られましたわ。あなたへの憧れを胸に頑張って来られましたわ。真似っこはいたしません。だって自分らしくがプリンセスの鉄則ですから。私違うチームで違うルートでけれどあなたに教わった気高さを強さを胸に最高のプリンセスになってやりますわ。そういいわ、そのまま走っていきなさい。あなたの道をあなたの足で。で嵐みたいに来たかと思ったら行っちゃったわね。もう何だったのかしら。私がパンドラさんの指導役ですか。私は私でパンドラさんに教えていく中でいろいろと見つめ直せるですか。なるほど。わかりました。私やってみます。いえ、やってみたいです。私自身も実はもうちょっとパンドラさんとしっかりお話ししてみたいなって思ってましたし、パンドラさんの指導役私にできる限りで頑張ってみます。